こんにちは、アゴヒゲバイクチャンネルです。今日はですね、こちら、バーエンドミラーを付け替えていこうかなと思います。これキュアブのボブというモデルになるんですが、実はね、もうすでにバーエンドミラーついていて、これ同じメーカーキュアブのレトロっていうモデルなんですけど、なんでこのタイミングで、交換するかというとですね、こちらですね、動画にもなってるんですけど、実は先日立ちこけをしてしまって、その際に傷がついてしまったというのと、あとはね、この2つ何が違うかというと、このハンドルまでのね距離がねだいぶ違くなってるんですよね。ボブはねメーカーのホームページにも書かれてるんですけど、だいぶ手と近くなるので干渉するので気をつけてくださいというふうに書かれていて、ボンネビル最初買った時に安全側でカスタムしようということで、レトロを購入したんですが、見た目的には私ボブの方が好きなので、いい機会なので、ボブの方に交換してみようかなと思います。このボブとレトロでどれぐらい差があるかっていうのが、いまいちねわからないので、実は結構悩んでいる人いるんじゃないかということで、かなりニッチな動画になりますけど、バーエンドミラー気になっている方の、参考になればいいかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。で早速付け替えていくんですけど、せっかくなんでね、片側ずつ交換して、どういう違いがあるかっていうのを見ていきたいなと思います。でこちらですね、早速開けていきましょう。丁寧に梱包されてますね。で内容物はこのミラーと、あとエンド部と、取り付け用のボルト2種類ですね。ミラーの比較なんですけど、ちょっと分かりますかね。こっちの方がね青っぽくですが完全に青です。色味が、若干ついているミラーになってます。大きさはほぼ一緒ですかね。一緒ですね。でこっちのレトロの方は角度をね自由に変えられるんですよ。調整の幅がねかなり広くはなっています。裏から見ると分かるんですけどね、このね形状がね違うんですよね。調整範囲が広いっていうので前回はレトロにしたんですけど、見た目的にはね私ボブの方が好きなんですよね。ネジはこのエンド部と、あとミラーを取り付ける部分になってます。で今回は多分エンド部交換しないで、そのままミラー部分だけの交換でいけるので、こちらを 5mm ですね交換していきます。どっこいしょ。じゃあつけていきましょう。上側にネジがあるんだね。調整幅はねあんまり広くないので、この最初の取り付ける角度は結構重要かもしれないですね。こちらがレトロで、こちらがボブですね。だいぶ高さ的には低くなっている印象があるかな。これ一番下だもんね。これが従来の付け方ですね。レトロの方ですね、上向きにつけてます。でこちらがボブですね、上向きにつけてます。手の干渉は全然ないかな。ちょっと若干意識しないともしかしたら当たるかもしれないですね。レトロの方はもう全然余裕がある感じ。これ今一番下に向けてあるんですけど、全然余裕はありますね。可動域がねこういう風に広いので、初めてバーエンドミラー買ってね、調整ちょっと確認したいっていう人はレトロがいいかもしれないです。そしたらせっかく取り付けやってるので、あとは下向きでつけてどうなるかっていうのをちょっと見ていこうかなと思います。ちょうど対照的に見るとこんな感じかな。どうですかね。右側がボブで左側がレトロですね。視点的にこんな感じなんですけど、普通に見るとミラーと腕が干渉して見にくいですね。ちょっと角度をつけてあげる。これは頭ごとちょっと移動させてあげないと後ろ見えない感じですかね。レトロはね、腕の下から若干見えるかなっていう感じですかね。でもちょっと見やすいようにね腕を上げるなりしてあげないといけない感じはしますね。でタンクへの干渉なんですけど、結構ギリギリですね。レトロはね、これ今目いっぱいハンドル切ってますけど、ギリギリぶつからないって感じ。ボブの方もねぶつからなくて、ただ隙間はねこちらの方はやはりありますね。この支柱がね短い分、レトロより短い分ね、この隙間がだいぶ空いてます。はい、ではね付け替えたのでこんな感じですね。ちょっとね動画のプランとしてはレトロとボブをねそれぞれつけて見やすさ検証しようかなと思ったんですけど、今つけた感じだとレトロとボブほとんどね見やすさは変わらなさそうなので、せっかくなんでねちょっと気分を変えて下向きでつけて、ぐるっと走ってみようかなと思います。では
下向きミラーでちょっと走ってみようと思います。見にくいね。前のミラーレトロからボブに交換して今公道をちょっと走ってますけど、見やすさというかね、ミラー自体の見やすさはモデルによってそんなに変わりはないんですけど、最初のところでも言いましたけど青いんですよね。多分眩しくないようにとかそういう処置なのかなと思うんですけど、車検上問題ないのかちょっと分かんなくてね、そこは後で調べとこうと思います。ただね、もうここの見た目はだいぶすっきりしましたよね。この GoPro が逆に浮いちゃう感じがするけど、上向き下向きの違いなんですけど、やっぱ下向きの方が見にくいっつうか、見る動作は増えますね。上向きだともう視線チラッとやればね、後ろ見えてましたけど、下向きだともうワンステップ多いっていうか、やっぱね、パッと見ただけだとね、ミラーがね、半分ぐらい隠れちゃうんですよね。で、特にその一番見たい外側半分っていうのかな、こっからこっち側、これもこっからこっち側、外側の一番美味しい部分がね、手に隠れちゃうんだよね。なんでね、こう、手をちょっとこう、上げてあげなきゃいけない。チラッと見て、全体は見えなくてもね、後ろの様子っていうのはわかるんですけど、こう、ミラーを全体を見ようとすると、やっぱこう、手を上げてあげなきゃいけない。で、外側からこう、覗くとね、首が動く分ね、見たいとこが見えないんだよね。見やすさをね、優先するんであれば、上向きの方がいいかなとは思います。慣れの問題なのかな。安全に関わるとこなんでね、見やすさ一番にした方がいいかなとは思うんですけど、ギリギリ許せる範囲って感じですかね。下向き。で、レトロとボブの比較っていうことで、見てみましたけど、全体的にスッキリさせたいんだったら、ボブがいいかなと思います。腕の手の干渉もね、こんな感じになると思うんだけど、特にこうぶつかるっていう感じではなさそうな気しますね。よっぽどね、こう外側を握ったりしない限りは、もう全くこう干渉することはないんじゃないかなと思います。で、下向きにつける場合なんですけど、タンクへの干渉を考えるんだったら、ボブの方がいいかなと思います。で、レトロの方がいいかなっていう人は、基本上向きに、バーエンドミラー上向きにつける人で、角度調整にちょっと不安があるっていう人、ボブでも問題はないんですけどね。ボブも、さっきこういじって分かりましたけど、結構ね、角度はこうつくんですよ、鏡自体の。なので、調整幅はそこまで狭くはない。ただ、レトロは、こう上下ね、上向けたり下向けたりっていうのができるんで、調整幅が広い。一つのバーエンドミラーでこうアレンジを効かせたいっていう人はレトロの方がいいかなと思います。あとは見た目ですかね。このボブの方はなんつうんだろう、テイストとしてはモダンな感じはしますね。なので、ボンネミルにも違和感ないし、他のモデルでも違和感ないかな。で、レトロの方は見たまんまレトロというかね、レトロのね、こう、ぐにゃっとしたところが、レトロっぽいっていう感じはあるので、あとは、もう、ミラーの見た目で選んじゃっていいんじゃないかなって気はしますね。すっきりスタイリッシュに仕上げたいっていうんだったら、ボブだし、レトロチックにね、実用性も、もうちょっと上げたいっていうんであれば、レトロかなっていう気がします。どっち選んでもね、こうあんまり不自由はないので、レトロ、ボブ、どちらもおすすめですね。というわけで、ボンネミルのバーエンドミラーですね、キワブ、っていうメーカーのバーエンドミラーをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画気に入っていただけたら高評価お願いします。また今後もこういった形でアイテム紹介だったり、来年になっちゃうかもしれないけど試乗動画もね出していこうかなとまた思っているので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。